苦しい時にも乗り越えていってほしい。はい、たわごとオープン、リリーと一緒。早速ご質問の方から始めたいと思います。マースさんのおっしゃる今までの人類の観念というか価値観は、自我や自分という万物の一部分だけが突起すること、勝つこと、比較し合って良くなることがいいものとされ、エリートとかの突起を目指す恥ずかしい文明でした。おっしゃる通りですね。自我特有の大物とかすごいと思われたいとか、今思えば恥ずかしいです。自我の突起のそれは一体の愛からそれて、あらゆる苦しみに苛まれていってしまうことだと、マーさんがおっしゃることにびっくりしてずっと感銘していました。そうできるかどうかは別として、そのことについて詳しくお伝えいただきたいのですが、というね、お便りをいただきました。で、マースアンサー、そうですね、本当に人類にとって、人にとって何より一番大切なものは愛、一体性の愛ですね。それが真の科学であり、すべてのものが一体であるという愛の世界であるということ、その真の科学性がないと、誰でも人生が苦しみにまみれ破滅してしまいますね。そういうこれこの宇宙っていうのは科学的にっていうどころの騒ぎじゃなく一体物ですからね。素粒子的には全部一体なんで、この分子の世界がそう見えるのは五感の問題が多分にありますからね。この一体の素粒子の世界、素粒子と呼んでいる神秘なる世界ですね。でこれ英語ではね、神秘っていう言葉がちゃんと意味するものがないんですよね。だからその漢字を英語にするということで、神のね、神秘、秘密、だからゴッドシークレット、シークレットゴッド、そういう方向でしょうね。そういう神秘で未知で、そういうところに生まれてきた話をずっとしてきました。たわごと質問2、勝ち負け、競争、比較といった若たれを信じた愚かな悲しみの自己拡大の歴史、人類の間違った観念から来る苦しみをどう改めることができるのか悩みますね。つくづく大きなため息が出てしまいます。人類の価値観は変わるのか、自分自身のこの競争や争いや比較の観念、価値観は変わるのかな。そんなご質問ですね。自分を見ても何か難しい気がしてしまいますと、この方はね、真面目な方で正直なことをおっしゃられていますね。で、マースアンサー、本当にそうですね。一体の科学的真実を取り戻す大々的な目覚めを皆で即する時代ですね。
共に愛の真実を伝えていけたら、きっと美しい愛の未来が見えてくるのでしょう。そんなふうにマースはお答えしました。この一体の宇宙で分かたれたと信じると自我が生まれます。部分が生まれる。心臓の細胞さんが俺は心臓だと言った時に、俺は心臓の宗介だとかね、名前をつけたらもう他との隔たりができてしまいます。一体の世界なのに分かたれて感じるとね、自と他の比較や競争や争いに毎日費やすことになる。あと自己拡大ですね。自分をよくしよう、よく見せよう、すごいものに見せよう、偉いものに見せよう、ね、こういう闇から、こういう嘘から、こういう偽善から自由になれるのかというふうにこの方はおっしゃってるんですね。誠実な方です。たわごと質問3。この世界が一体であると気づけない人類は、気づけない場合ね、ただただ日々争い喧嘩をし、戦い比較し、うぬぼれ過信し、劣等し、哀れなことです。どうしたら万物すべてが一体であるということに、一元性に人類は深く気づけるようになるのでしょうか。マースさんにそのことをお尋ねしますというね、この方のご質問ですね。それにマースアンサーが答えてますが、ブームとか流行りということがあります。昔は僕はありのままとか大地とか遥かなるとかね、そういう流行りを作りました。日本中そうなりました。そういう可能なんですよ。流行りとかブームを作るのはね。今までなかったものが流行るということはあるわけですが、またすごいブームが来るということもあります。それにはフォトン、電子が絡んでいるようですね。人々に何て言ったらいいのかな、伝染していく。それは100匹目の猿のようにね、CD的にですね、そのような意味で一体である、一つである、つながっている。前僕が若き日のヒーリングミュージックのあれの時に、ヒーリングミュージックなんていうのは一切言葉もないし、マイケルがヒールザなんとかっていうのを初めて歌詞に入れたの。外国の方はヒールっていう言葉よくないらしい。でもそういうブームを作りました。また遥かなる、今ちょっとねお話したように大地、僕がそういうようなものを出してから大地君っていうねお子さん増えました。だからブームっていうのはね、そんなにね大変なものではないですね。そこにCD が絡み、フォトン、電子が絡んでいるような、そのような意味で一体である、一つである、つながっている、そのような愛のブームが来て流行るならね、そのような価値観がどんどん連鎖してフォトンに乗って電子に乗って流行っていくという世界は良くなっていくということは可能ですね。
世界が良くなり、地球が良くなり、人々が幸せとなって、争いが消え、自己拡大は消え、自己をね拡大してうぬぼれたり過信する必要がなくてね、抜きに出る必要も抜かれる必要も勝つ必要もなくて、人々が幸せになって楽になって、争いが消え、自己拡大は消え、妄想の競争は消え、どんどん愛しみが増えていくのでないでしょうか。どうしたらそういうブームが来たらね、そういうふうなものが、そういう価値観が、一体の価値観が流行ればね、一体なのにあの人何自己拡大してんの、何あの人すごい自己拡大、すごい自己主張で自我拡大して、すごい勝とうとしてる、偉く見せようとしてる、すごく見せようとしてる、バカじゃないなんていう社会が来たら、誰も偉い人になろうとは思わないですよね。過信しようとかうぬぼれようとかね。ところがね、自己拡大しないとね、花咲かじいさんみたいにね、自然とうまくいくんですよ。自己拡大したくないと願うとね、もう自然とうまくいくんですよ。それをうまくいくと呼ぶのかどうか分かんないけど、部分の中でもなんか素晴らしくなっていくんですよ。何も望まないね。だから子供を育てるには、勝つな、偉くなるな、すごくなるなって育てる。じゃないとね、家がね、勝てとか偉くないとかすごくないというとね、やっぱり犯罪めいた感覚に陥るってうちの親父は言ってましたね。法務総合研究所でね、犯罪心理学のねあれをやってた時に、僕は相当ちっちゃい子供でしたけどね、そういうこといつも言ってました。役所の人は来てね、一緒にご飯食べながら、人間がね犯罪とかトラブルとか問題とかね、苦しみとかいろんなになる、また家族のトラブルとかもいろんなことも含めてですね、最大の問題はそのトラブルをする人というのは、自己拡大、競争、喧嘩、勝ち負け、そういうのを信じてる人なんですよね。そういうのは分かってるんですよ、犯罪心理学で。だから暴走族の子たちもね、少年院もそうなんですけどね、勝たなくていいんだよ、偉くならなくていいんだよ、すごくならなくていいんだよ、それをね信じるかどうかは本人の問題ですからね。でもそういうカリキュラムというか教育は本当に必要です。そうしないと社会復帰とかね、善良な復旧がなされないというねことをね、うちの父親たちっていうか、そう専門の人たちはね掴んでましたね。でも今やもう社会がね、もうどんどん自己拡大になってるでしょ。ほら苦しい、大変で傷ついていきますよね、みんなね。そのような意味で一体である、一つである、つながっている、そのような愛のブームが来て流行るなら、それがねムーブメントとなるなら、そのような価値観がどんどん連鎖して、喧嘩や争い、競争、比較の自我のね価値観が静まっていくと、自己拡大は消え、競争が消え、どんどん慈しみや愛が増えていくのではないでしょうか。その時にね、皆さんの望む愛の世界は可能になると感じます。はい、ということで、怒っちゃった。ということで、またお会いしましょう。お相手はマースでした。マース&リリーでした。さようなら。リリゴーン。さようなら。今君は
はい、たわごとインナーリリと一緒ということでね、今日は人間界の観念ですね。今までエデンを出てから人間は自と他という分離がある、自と他という分かたれがあるという文明ですね。だから10回でもね、殺す中で、騙す中でとかいろんなこと出てきますよね。なんでっていうのがないんですよ。ね、なんで愛し合わなきゃいけないか。だって他人でしょっていうふうになってんですよ。ね、ところがね、初めに本当はついてたんです。一体であるって。そしたらどうなりますかね。自と他の分かたれはない一元の世界だ、神の夢、一者の夢だって、一体だってなってたんですよ。そうなったらどうなります？エデンの書ね、イザヤトラ、一体だっていうのが初めにあるんですよ。したらやっぱり勝ち負け、競争、喧嘩、分かたれがおかしいってことになりますよね。一体なんだから、要は心臓と肺と一緒ってことですね。一体物だから、最初のスタッフ細胞じゃないけど何にでもなれるっていうかね、みんな一体だよって。で生まれてきたらみんな未知から出てくるんだけど、みんないろんな能力を持ってこの神秘の世界の中で暮らしていくのに、いろんな必要な能力をみんな持ってますよね。だけど人間界では同じ価値観にしちゃおうとか、同じ教育しちゃおうっていうと、その人の特徴がもう3歳ぐらいからもう特徴分かってんですよ。もうね、宇宙がその人のね、なんていう能力をね、もう作ってるわけ。だから普通みんなが違うんですよ、能力が。でみんなが助け合うんですね。だからほっといたらそれが出てくるんですけど、人間界ほっとかないでしょ。だからみんなね、なんていうの、残念なことに同じものにしようとしますよね、教育がね。だから特徴がうまく出てこない。そうしますといろんな人類のね、美しい進歩ですよ。エゴ的進歩じゃない、自我的進歩ではなくてね、一体としての素晴らしい世界をね作る能力を持ってみんな出てきますからね。それぞれみんな違うね、素晴らしい能力をね。で人間はその一体であるということを今まで学べないできたエデンをそれで出てしまったという悲しみの中で、今日のねこのご質問にあるように、ただただ日々争い、喧嘩、戦い、比較、うぬぼれ、過信、劣等、哀れなことですってこの方がおっしゃってますね。どうしたら万物すべてが一体であるということに一元性に人類は深く気づけるでしょうか。これはプラズマ的な、CD 的な、要はフォトン的な、電子的な、要は100匹目の猿のようなね、そういう力が必要。要は流行りやブームが必要ですね。一体であるっていうね。だからたくさんの人がそのことに気づいて、かつ今だって SNS 上でもこの世界は一体だとか愛の世界だとかって伝えていってね、みんながそういう流行りというかブームね、一体だった、一体ブームができればね、世界はどんどん平和になってね、世界はどんどん愛になってね、みんながね幸せになって豊かになっていくと思いますよね。そのような価値観が、愛の一体の価値観が、愛のブームが来て流行るなら、
そのような価値観がどんどん連鎖して流行っていくと、世界は本当に良くなって、地球は本当に美しくなって、人々が幸せになって、争いは消え、自己拡大は消え、真に安全になって、競争が消え、どんどん愛しみが増え、素晴らしい人たちの世界となることでしょう。それではまたお会いしましょう。お相手はビリー&マースでした。それじゃあまたお会いしましょう。さようなら。ビリー。Letter from Isaiah. Will of Isaiah. Now on air. Digital distribution start.